皆さんおはようございます。シンガポール人の J です。Hi guys, it's J here。シンガポールの国境再開とともにシンガポールに観光に来られる方も最近増えてきました。皆さんが2、3年ぶりに日本からシンガポールに来ていただいているのを見るのはすごく嬉しいです。しかし、たまに旅行に来られている方がシンガポールに対し少し誤解されていることがあることに気づきました。今回の動画はそのよくある誤解3つについて、解説しながら実際の情報を皆さんにお伝えしたいと思います。Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. 皆さんおはようございます。3年ぶりにシンガポールにやってきました。いや、相変わらず暑いね。で、シンガポールは東京23区ぐらいの大きさしかないんだけど、今回の旅でいろんな場所を巡っていきたいと思います。シンガポールは東京23区ぐらいの大きさしかないんだけど、こちらの情報は30年前までは正解だったんですけれども、現在は少し違います。2022年時点で東京特部の面積は約627平方キロメートルですが、1990年時点でのシンガポールの陸面積は633平方キロメートルで、現在の東京23区より少し大きいぐらいでした。で、シンガポールは独立してから埋め立て工事で陸面積を拡大していたため、どんどん面積が大きくなっています。で、2021年12月時点ではシンガポールの陸面積は約733平方キロメートルで、1990年から2021年までこの31年間に約100平方キロメートル、約新宿区5倍分の面積広くなりました。そうするとシンガポールの大きさを正しく表現する比較対象が必要となります。福島県の福島市や、鳥取県の鳥取市などと同じ面積ですよと言えますが、東京と比較すると現在のシンガポールは東京都の3分の1ぐらいの大きさだと言えます。でも来年以降はそれより大きくなる可能性もありますね。で、シンガポールは日本と違って、多民族多人種多国籍国家ですね。で、ここには中国人、マレーシア人、インド人がいるから、いろんな文化を体験できるよね。で、ここには中国人、マレーシア人、インド人がいるから、で、シンガポールは主にシンガポール国籍保持者、いわゆるシンガポールのパスポートを持っていて、投票権がある人々で構成されていて、シンガポールにいる人々は基本的にシンガポール人です。で、シンガポールはまだ若い国なので、シンガポールは今も先祖の文化を引き継いでいるという面もあります。例えば、中華系シンガポール人の先祖は中国から来たので、旧正月を祝ったり中秋節で月餅を食べたりという中華文化の習慣があります。しかし、だからといって中華系シンガポール人は中国の国民ではなく中国に住んでいたというわけでもありません。つまり中国人と中華系シンガポール人は同じではありません。なので正確に言うと、シンガポールには中華系シンガポール人、マレー系シンガポール人とインド系シンガポール人などがいます。ちなみにここは二重国籍も認められていないので、シンガポールは多国籍国家とも言えないですよね。で、シンガポールは日本と違って、多民族多人種多国籍国家ですね。3年ぶりのシンガポールなので、まず有名な観光スポットに行ってみたいと思います。あそこだね。着いた。はい、世界三大がっかりスポットに一つとも言われているマーライオンです。世界三大がっかりスポットに一つとも言われているマーライオンです。で、マーライオンは1972年最初にできた時にはここフレットンホテルの近くにありました。簡単に説明すると、当時はシンガポールを訪れてマーライオンを見ようとしても正面からも見られないし、正面から見られても遠すぎて写真を全然撮れませんでした。またウォーターポンプの故障がよくあり、水を吐いていなかった時もあり、その後でできたエスプラナードブリッジのせいでマーライオンが見えなくなっていたなどの問題がありました。
せっかくシンガポールに来たのにシンガポールを代表しているマーライオンの姿を見れない、綺麗に写真を撮れないのは確かにがっかりですね。しかしマーライオンは2002年に位置が変更され、マーライオンの前から綺麗に写真を撮れるデッキも建設されました。そしてこの周辺もデザインが美しい建築物がいろいろとできていますので、ここはもう世界三大がっかりスポットと言われた時とは随分と変わりました。以上、シンガポール人の私が気づいたシンガポールに関するよく誤解3選の動画でした。シンガポールは変化が早い国なので、30年以内にも景色がすぐ変わることがよくあるので、皆さんもぜひシンガポールに来て実際の様子を見ていただければ嬉しいです。この動画もし面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたね。この動画面白かったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。